じゃあ先生、今日インタビュー制裁してくれて本当にありがとうございありがとうございます。ます。では最初に先生はどんなきっかけで空手を始めましたかという質問をしたいと思いました。僕が生まれた時に僕の父親がお父さんが、家で空手の道場をしてまして、それで気がついたら始めてるっていう感じですかね。はい。空手は、ま自分で空手をやりたいという気持ちで始めましたか、それとそうですね。も、もう小さい時はずっとね、もう道着の先輩とかう友達とん、かいろいろ見てたんで、でもやっぱ5歳になったら始めようかなという思いで、きっかけで5歳になったら始めると自分から言って始めました。そうなんではい。すね。あ先生の、最初の空手の思い出は何ですか？思い出そうですね。やっぱりね、仲間がたくさんいるっていうのが、仲間いるけど、同級生だけじゃなく、先輩とかうん、年上の人とか後輩年下の人とかをみんなで一緒になんかいろいろなことができるっていうのが、楽しいなという思いがありましたね。うはい。ん、そうですはい。ね。先生は、空手を、先生の時代には、みんな5歳に空手を始めましたか、それってもっと年上？そうですね。やっぱもう5歳で始めるとか幼稚園とかいうのはもうあまりなかったかもしれないですね、う僕らの時は。ん、小学生になってからとか、小学生年中3年生とか2年生3年生4年生ぐらいで始める子が多いかなと感じましたね。うん、はい。そうなんですね。先生のお父さんは先生としてはい。厳しかったですか？当時はそれは厳しく、すごく厳しく、はい、練習も厳しかったですね。はい。最初にどういう風の稽古をしましたか？ただゲームみたいな稽古ですか？いや、もうゲームとかはしずに、もう本当空手の基本ベーシックなことを常に淡々と長時間やるようなことでしたね。はい。先生は今40ちょっとです3ね。あ、歳です。43歳はい。ですね。あもう30年前の日本、と今の日本はどういうふうに違うと思いますか？例えば先生の子供の頃はい。の日本はうん。今日本とすごく違いますか？そうーれともん。そうですね。もうすごく違うと思います。どういうふうに？やっぱり、まだ僕らが小さい時は、厳しくできたと。先生とかも、学校の先生とかも、みんな厳しく接することが多かったですけど、今は、なんていうんですかね、褒めて伸ばすではないですけど、優しくして、もう褒めることを重視して、接しているっていうのが大きな違いかなと思います。褒めるについて、先生の意見では子供とか選手のために褒めること、稽古で褒めることは大切ですか？それともチャンピオンになるために褒めらないように？いやいや、もう褒めることはもうすごい大切ですけども、大切だと思いますね。はい。それで例えばロシアでは30年前学校や、ただ外で遊んでる時に子供たちはよく戦いました。うん。日本ではどうでしたか？ああ、どうでしょう。でも今でもね、刀を使って、おもちゃのこういうお刀お。使って遊んだり、棒で遊んだりとかする子はたくさんいると思いまあ、す。今でもはい、い今でもいまますか？すね。はい。先生は子供の頃によく、相手と戦いましたか？そういう僕は、刀とかは、ね、おもちゃの刀とか使わなかったですけど、空手をしてたんで、空手の組手とかで遊び組手とかをして遊んでましたね。はい。学校で、例えば喧嘩があったら誰か空手か他の、武道か他の戦いを使いましたか？いえ、もう喧嘩とかは別にもう空手をしてるってみんながしてると、喧嘩もしてこないし、はい。からも空手のおかげでう、いじそうですね。めをされませんでしたね。されないよかったですはい。ね。
先生は愛媛県の出身ですよね。あ、そうです。愛媛県出身です。私は知る限り、愛媛県は愛媛県からの有名な空手家が多いですね。あ、そうですよね。先生方がたくさんおられますね。はい。もう先生の父さん、ともうすごく有名な空手家です。はい。それでもちろん安倍先安倍先生、生、はい。矢原先生ですね。どうして愛媛県ではこんなにたくさん有名な空手家がいますか？どうでしょうね。やっぱ昔からなんかそういう武道っていうものに、武道を、まあ、都会で、東京とか、中央の方で習ってきて、帰ってきた方が、もう先生方が、多分たくさんいたんじゃないかなと思いますね。まあ、愛媛っていうところは田舎なので、はい、みんながこう、中央に行って、そういうのを学んで帰ってきて、まあ、広められた先生がたくさんいたかなと思います。先生はまあ、愛媛県の出身ですが、はい、今東京の近くで住んでいますね。はい、はい、そうです。愛媛県と東京の、ただ普通の人にとって生活はどういうふうに違うと思いますか？人の多さがまず違う、はい、ということが一つで、もう東京はもうすごい人がいっぱいいて、ですけどやっぱ愛媛の方は、田舎の方はですね、やっぱ、人も少なく、空手の面では、例えばロシアの場合には大きな町でモスクワやサンクトペテルブルクなどでは、子供のやる気はちょっとだんだん下がってるみたいです。みんな学校だけで行ったり、真面目にスポーツをやりたくないみたいです。日本では同じようなことありますか？まあそれは人によってだと思うんですけども、やっぱりやりたい子っていうのはもう本当一生懸命やるし、まあやりたくない子はもうまあどれだけ言ってもやらないし、そうですよね。そうですね。まあ親御さんがやっぱやらしたいっていう気持ちもあって連れてこられたりしても、まあやらない子もね中にはいるし、でハマるとすごくね上手にやる子もたくさんいますよ。はい、先生は子供の時、日本では空手はすごく人気がありましたね。まあそうですけども、僕らの時代よりまあ今の方がまあ人気というか知名度はあると思います。はい、同じようなレベルと思いますか？やっぱりね、少し2020年にオリンピックに入ったりとか、まあいろいろことがあって、やっぱみんな、知らない人も空手のことを知るっていうことがたくさんありましたね。はい、先生は何か空手の漫画とかアニメ多分ないかもしれない、はい、なんかこんなこと好きでしたか？まあ格闘技の漫画とかはね、よくやっぱ、まあ、空手の漫画っていうのがあんまりなかったので、もう格闘技のとか柔道とかの漫画とかはよく見たなっていう記憶があります。はい、今でもよく読んでますか？まあ今はねなかなか読む機会ないですけども、まあ、小さい時は。はい、そうですか。はい、じゃあ後でチェックします。わかりました。お願いします。もう空手の漫画とかあんまりないので残念ですよね。まあそうですね。でもまあ、戦いの、漫画って、まあ、例えば「ドラゴンボール」とか、そう面白いですよね。やっぱ強くなっていくっていうのがね。はい、どうして空手について何も、作れなかったと思いますか？いやそれはちょっとわからないですね。まあ作る人がねいなかったのか、できたら面白いですけどね。誰か作れば、本当に嬉しいです。ね、嬉しいです。じゃあ昨日先生ちょっとセミナーの後で話した時に先生は言った通り子供の頃からずっと安倍先生はそばにいましたね。そうですね。はい。ちょっと安倍先生の記憶、どんな印象あったとかどんな例えば教えたことについて、印象的にまあ小さい時によくいつも練習も一緒に
稽古させてもらったんですけど、まあ印象はもう怖いっていう印象しかないです。怖いですか？その当時はどうしてですか？やっぱ厳しい練習も厳しいし大きな声で。ね、もう怒ることもあるしね、とてもね熱くこう教えていただいたなっていう記憶はありますね。はい。そうですか。はい子供の頃にもすごく厳しかったですね。そうですね。僕が小さい時はそういう印象がありました。はい。先生は子供の頃に例えば1週間何回ぐらい練習しましたか1週間に3回ぐらいかな。2回3回ぐらいです僕。はい。あんまり毎日とかはしてないんで、はい。ずっと空手だけスポーツとして空手だけをしまいしやまあサッカーとかサッカー野球もやってましたね。はい。もう例えば空手の方が他の道を選ぶの思いありませんでしたか？例えば野球ね、ややっぱりたい。サッカーとか野球やっぱ面白くて、まあそういうやりたい時期もありましたけども、どうして空手を選びましたか？選ぶというかやっぱりもう家が空手をやってたんで、家が道場だったんで、まあこれしかないなっていうのがあって、もう空手を選んでもう頑張ろうと思って選びましたね。そうですよね。はい。先生の兄弟も空手をしましたか？そうですね。姉が2人いるんですけども、姉さんですか？はい。まあ空手はやってますね。はい。すごいですよ。はこれはちょっと本当に私にとって女性にとってこれは面白いことと思います。例えば今でもいる男性、空手は女性に最悪ことと言われたり、本当に悲しくなります。先生はどう思いますか？いや練習とかしていろんな技をね身につけてやっぱ自分を守るじゃないですけどね、何かあった時にちょっとしたね技とか武器があれば、いいかなと僕は思いますね。はい。嬉しいです。先生もまだ娘いませんか？います。いますか？はい。後で娘さんにも空手を教えるつもりありますか？あります。やっています。すごいですよ。はい、嬉しいです。例えば、西側の国、では最近女性の数はだんだん、増えてます。空手の稽古では、空手のグループではだいたい30% か 40% の生徒たちは女性です。日本では同じようなことありませんか？そうですね。もう女性の方とか、ね、女の子、子供の女の子も増えてるし、いっぱいになってから大人になってから始める大人の方も女性の方もたくさんいるし、すごいです。いいですね。でも選手として考えたら男性と女性の空手はどういうふうに違うと思いますか？なんですかね、もう、辞める方が多いかなという感じですかね。早くねやっぱ結婚したりとか子供とかで、リタイアするのが早くなったりすると思うんですけど、男の人はねいつでもこうできる限り長くできるので、そうですよね。はい。じゃあこれから試合についてちょっと話しましょうか。はい、わかりました。もちろん先生は選手としてすごく有名な選手ですよね。肩もできたり、組み手もすごく上手ですよね。はいっていうかありがとうございます。ですから先生の秘密を知りたいと思います。例えば子供は空手の肩も組めて上手にやりたいときにどういうふうに練習して方がいいですか？やっぱり基本の練習があるので、やっぱ基本技をしっかり身につけてやるのが一番上手になるのかなと思います。はい。そうですか。はい。でも
だいたい現在試合の型と試合の組み手は基本からすっごく違うと気づいていました。試合で勝つためにどういうふうに練習して方がいいですか？で勝つためにでもやっぱり基本的なことをやっぱ身につける、それが一番ですよね。やっぱその基本的なことを取り越えて、なんていうんですかね、組手だったら大技に走ったり、やりやすいことをやると、やっぱいつか、負ける時も来るし、そういう時にやっぱ、基本に戻るじゃないですけど、なんですか、自分の軸がなくなってくるので、やっぱ軸っていうものを基本的な動作動きを大切にするっていうのも、いいかなと僕は思います。はい、先生はよく試合で出た時に試合のために特別な稽古をしましたか？特別な準備とか。準備稽古、とかはないですけど、やっぱ普段通りいつも通り練習して、試合でもいつも通りできるっていうのが一番の強みですかね。やっぱ試合になると上がったり緊張して自分の本来の動きができなかったりすることが多いので、やっぱりその試合大舞台でもいつもと一緒のように変わらずできるように普段から心がけてるっていうのが一番です。緊張は大変ですよね。そうですね。だいたいもうすごい緊張はすごいすると思いますね。だいたい稽古で、全部ぴったりやってるんですが、試合に出たら全部何もできない、ことが多いですね。そうですね。先生の場合には試合でどういうふうに緊張戦いましたか？自分の、メンタル準備どういうふうにしましたか？やっぱりさっきの続きじゃないですけど、やっぱ僕はその緊張とか全部を、自分の、力に変えようとするのは、練習量やと思ってたんで、もうどんだけ練習するかに自分をかけてました。はい。そうですか。はい。最初に先生はもちろんお父さんから空手を勉強して、それで大学に入った時に、はい、大学空手のチームに帝京大学っていうところで、香川先生と一緒にずっと練習してきました。はい。大学の空手はどういうふうに違いましたか？稽古とか準備について。やっぱもう大学入って感じたのが、今までとの、力の差ですよね。やっぱもうみんな大人の考えも大人で、やっぱ強い空手っていうのを目指してやってたんで、やっぱ技一つ一つの強さとか重みとか気持ちが、全然、違うなと感じました。例えば大学に、朝から授業に行ったり夜に毎日稽古をしましたか？そうですね。もう朝から練習して、昼はね授業行って、また夕方練習っていうのが毎日でした。はい。何時間ぐらい、あの時代に練習しましたか？3時間ぐらいですかね、最低1日。はい。空手だけですか？それともフィットネスを。空手だけで3時間。はい。その試合の前っていうのはもっと多くなりますけど、5時間6時間とかなると思うんですけど、なりますけど、普段は基本的に3時間ぐらいっていうのがベースです。はい。香川先生は先生としてどんな人ですか？いや、もう空手に関してはすごいで、みんなが憧れるような、基本もう本当基本も型も組み手も全部素晴らしいと思いますね。はい。なんか試合の前に特別な相談しませんでしたか？相談とかいうのはあんまりないですけど、やっぱ川先生も練習をどんだけするかという考えだと思うので、それについていったっていう感じですね。はい。そうですか。先生は自分の選手のキャリアを考えるときに一番好きな試合とか戦いありませんか？試合、
まあ一番好きな大会っていうやっぱ全日本選手権っていうのがあって日本の、日本一を決めるっていううん大会があってそれで優勝したことが一番嬉しうんいなと思います。はい、何年の、全日本大会ですか？何年 ?2004 年。2004年。あはい。だ2005年だ。2005年2005の年ですか？はい、全日本選手権大会です。どうしてこの大会は特に好きですか？まあ優勝したのが、まあ、一番なんですけど、やっぱ自分で優勝しようっていう狙ってうん優勝を目指して、それまでに1年間作ってきたので、うんそのためにもう練習もしてきたっていうのがあるので、目標を達成できたっていうのが、まあ、一番嬉しいなと思います。やっぱいろんな試合ありますけど、まあ勝つもうそこを目指していくではなく、勝ってしまったとか、なんていうかな、運よく勝ったとかいうのもやっぱあると思うんですよね、試合では。まあそういうのがなくて、その大会はもう本当に狙ってたんで、とても嬉しいです。よくわかります、はいすごいですよ。はい。先生はまあ、もっと伝統的な空手の組織でも例えば JK の大会でも優勝したりもっとスポーツ的な組織でも WKF の大会でも優勝しました。でもルールはちょっと違いますね。もう全然違いますね。全然違います。全然違います。もう主に例えばJK で優勝している人たちは WKF であんまり出ませんですね。そうですかね。でも先生は両方できました。秘密を教えてください。秘密というか別にまあ多分周りがそういうふうに思ってるだけで、僕は別にもう同じことだと思ってたんで、まあもう組み手ってどこ行っても一緒なんですよ。どんな試合やろうが、どの大会どのグループやろう関係なく自分の組み手するだけなんで、そうではないとやっぱ負けますよね。ここの組み手だからこうしないといけない、ここの組み手だからこうしないといけないっていうなんですかね、組み手を分けたりするとやっぱ迷いとかいろんなのが出てきて、不安など出てきて、やっぱ自分の動きができなくなる。なのでもうどの大会でも一緒っていうのが自分のスタイルです。そうですね。先生の意見ではどんなルールはもっと好きです？この2つを比べたら。もうどのルールでも別にまあ仕方ないですよね。その試合でそのグループが決めたわけなんでまあそれに合わせてまあねそのポイントが違うんでやっぱそれにね対応できるようにはしないといけないと思うんですけど、まあやることは一緒だと思います。はい、例えばまあ主に空手について考えたら空手の試合勝負1本のルールとか WKF の勝負3本のルールどちらの方がいいと思いますか？言い悪いとはないと思いますね、別に。やっぱでもこう年齢が上がると、やっぱねその WKF のルールとかはもう攻めないといけないとか、もう攻めてなんぼね技出してなんぼっていう勝負だと思うんですけど、やっぱりまあ一本勝負とかその伝統のグループの試合とかはやっぱりこういろんな駆け引きができるっていうので、間合いの感覚とか、ね、呼吸の感覚タイミングとかいろんなことをね、やっとかないとできねまあ負けることも多々あるのでやっぱ奥が深いなっていうのは感じますね。はい、そう先生は例えば高校生の時に大学生の時代に好きな空手の選手ありましたか？自分が
まあ、この風に戦いたいという先生。まあ多分みんなわかんないと思いますけど、まあそれは僕の大学の先輩がいるんですけど、その人を憧れてやってましたね。はい。まあ動きがねすごく好きで、ああ、はい。まあ自分で合ってるなっていう思いがあって、その人をねよく見るようにしましたね。はい。もうちょっと試合についてあ、話していいはい、いいですか？ですよ。はい、大丈夫ですよ。えっと、うん、先生にとって一番難しい相手とか難しい大会について話してください。まあそれも先ほどのと一緒なんですけど、その全日本選手権っていう大会があって、日本の大会ですね。やっぱそれ無差別なんですよね。全員一緒、階級別とかじゃなくて、全員がもう一緒にやる大会で、いや僕小さいんですけど、やっぱ大きい選手もいっぱいいる中で、でもその中で勝とうとするのがやっぱ難しいね、一番難しいって言われる中で、まあ、勝てたっていうのが一番嬉しいかなっていうのがありますよね。例えば他の先生と同じようなサイズの選手にああだいたいもっと大きな相手と戦うときに、何をすれば方がいいですか？何をする？まあ、勝つためにもっとまあ、私にもちょっと相談してください。まあ、誰か大きな男性を、戦ったらどういうふうに。やっぱ勇気、気持ちですよね。まず、その気持ちがないとまずダメっていうこと、強い気持ち。あとはもうまあ空手なんで間合いっていうのがあるので、どんだけ自分でその自分の間合いを分かって、駆け引きしながら相手を動かすかっていうのをできれば、まあ勝ちにつながるかなと思います。ありがとうございます。はい、普通の稽古にどういうふうにこの自分の間合いを分かりますか？例えば自分の間合いを分からないときにどういうふうにこの間合いを作るために。分からない、まあ分かるまでやればいいんですけど、やっぱり打ち込みっていうあって技を出す、相手が立ってもらって技を出すっていうのをもうひたすら繰り返しやって、まあ、自分のどこが届かない、多分1ミリ1センチとかいろいろあると思うんですけど、そこをとにかく早く分かって、まあ、試合に臨むっていうのが一番いいかなと思います。昨日先生のセミナーを通訳した時に先生は今でもすごくスピードを持ってるしパワーを持ってます。このすごい体調を持つためにどういうふうに稽古しますか？すごいですか。まあ練習というよりやっぱケアを大事に今はしてるかなと思います。まあ、柔軟したり、そのマッサージしたり、マッサージ行ったりとか。自分ですか？そのマッサージショップ、なんていうかな、そう整体っていうんですけどに行ったり、まあ、それに時間かけてやっています。はい。ダイエットはしますか？ダイエットはしてません。選手の時代にダイエットもしませんでしたか？で僕はしてないですね。もうナチュラルな体重だったんで。羨ましいですよ。今先生は特にインストラクターとして活動しますね。はい。先生は先生の意見では今日本では有名な選手とインストラクターとして生活することは簡単ですか？まあそれは日本でも一緒で、やっぱり難しい。まあごく一部の人がそういう空手で生活してるっていうのが感じますね。はい。どうして難しいですか？やっぱり日本で生まれた、空手が日本でね、まあ一応発祥の地ということで、まああとは文化の違いですかね。やっぱり日本人ってやっぱりなんですかね、そう儲けようとかいうお金をね、その空手で儲けようっていうような文化っていうのがあまりないかなと思うんですよね。そう。はい。やっぱいろんなことを気にしたりっていうのが日本人の文化であって、
なのでやっぱ遠慮がちっていうのもありますし、何に対しても。なのでちょっと、出ていくっていうのが結構難しくなって、そう少なくなってるのかなと思いますね。はい。そうですね。はい。今先生はインストラクターとしてどんな目標を目指していますか？そうですね。もう何歳になってもこう動けるこうやってショーができるようなインストラクターを目指して頑張っていきたいなと思います。はい。選手の成功を考えると、簡単ですよね。チャンピオンになったら成功しました。でもインストラクターにとって成功は何と思いますか？この古い先生方みたいにやっぱりこう世界の人にもうどんな国でも通用するような指導者になりたいなと思っています。はい。そうですか。はい。面白いです。はい。先生、昔みんなは武道や、特に空手を始めた理由は自分を守ることですね。でも、現在、例えば日本はもっと安全な国になりましたね。そうですね。はい。それで今の空手を始まる理由は主に何と思いますか？やっぱ昔と変わらずやっぱ強くなりたいとかいじめられたくないなどいろんな理由でね、やっぱ気持ちを強くしたいっていう気持ちで願いで入ってくる空手を始める子が多いかなと思いますね。はい。これは素敵です。素敵な素理由です。敵いいですよね。先生の意見では何歳に空手を始めた方がいいですか？完璧に考えたら。完璧。でも早い方がいいかなとは思いますよね。小さければね、小さければ小さいじゃないけど、小学生ぐらいがベストじゃないですか。幼稚園年長さんって言って5歳ぐらいが一番理解するし、言ったことも理解するし、行動も分かってくるので、5歳ぐらいがいいかなと思います。はい。大人になったらどういうふうに空手の稽古を変化すれば方がいいですか？例えばずっと子供みたいに練習するときにこれはいいですか？それとも何かチェンジは必要ですか？それ大人になるとやっぱ目標も変わってくると思うんで、やっぱりもう楽しさを求めて楽しく、いろんなことの少しね、目標を持ってやるとまた長く続けれるんじゃないかなと思いますね。はい。今でも先生は他のスポーツをしますか？あんまり時間ありませんか？そうですね。今はあまりね他のスポーツはやってないですけど、やっぱり他のスポーツ見るっていうことは結構しますので、テレビとかね、YouTube。どんなスポーツいろんなスポーツ見ますよね。例えば今、ミラノオリンピックを見ますか？オリンピック見るし、それの選手のドキュメントみたいなやってる時もね見たりとか、野球見たりもしますし、いろんなことが空手に通じるっていう部分で、よく見ていますね。先生の好きな日本と海外の選手、他のスポーツの選手いますか？誰ですか？野球が、日本有名なので大谷選手とかね、イチロー選手とか、野球に関してはね、僕も現役の時にいろいろ研究とかして野球のことを研究したり、ピッチャーの足の運びなどとか研究して、取り入れたりしてたんで、野球にはすごく興味があります。先生は自分の自由時間に何をしますか？自由時間に自由時間あればいやありますけど何をしたいですか？やっぱり子供がいるんで、普段いろんなとこ行っていない分、時間があれば子供たちと遊びたいなと思います。遊んでいます。
これは素敵です。は先生は今よくセミナーをしにいろんな国で行きますね。はい。日本の選手と海外の選手を比べるとどんな違いを気づいていますか？いや、子供たちに関しては、やっぱりどの国に行っても一緒かなと、ううんん、思いますよね。やっぱできる子はすごいできますし、あの、気持ちが入ってる子はすごくね、気持ち入って練習もしてるし、まあ大人になると、まあ大人になるっていうか、まあ選手とこう伝統で分かれていくと思うんですけども、やっぱ力の抜きっていうか、もうずっと力が入ってるっていう感覚は、何ですかね、力がね、やっぱ強い分、海外の選手は筋肉が多い分かな、分かんないですけど、まあ、ね、ちょっとタイトになってるっていう部分は感じることはありますけど、はい。多分力抜きはすごく、海外の選手にとって難しいところなんですね。はい。先生、どういうふうにこの力抜きできると思いますか？やっぱりね、日本の選手もそれが課題でね、やっぱやってるところはあるので、まあ、日々のね、練習でどんだけ自分で意識するか、考えてやれるかが勝負かなと思いますよね。はい。昨日先生はセミナーでよく型を説明しましたね。えっとあでんあ先先生の意見では型を選ぶときに何について考えて方がいいですか？例えば得意型を勝つために得意型を選ぶときにどんな点について考えて方がいいですか？そうですね。やっぱり自分の特徴をね、やっぱよく知るっていうのが一番かなと思うんですよ。やっぱスピードあったり、なんか技のね、機敏な動きができるのなら、それに合った型を選ぶし、力強さがあるのなら、それをいろんなね、それに、特化した型があるので、それを選んだりするのが一番いいかなと思いますね。はい。先生は自分の得意型をどういうふうに選びましたか？やっぱ昔はやっぱスピードがある方かなって自分では思ってたんで、やっぱスピードのね、重視した型をやりたいなと思って、はい、やってみました。自分で選びましたか？それとも先生はこれはしなさいと自分で選ぶいつも自分のが、はい、で選びましたはい。ね。試合を勝った時に例えば誰に最初に、電話したとか、私は勝ったと言いましたか？どうでしょう。その試合その試合で違うかなと思うんですよね。そうですか。はい。いつも、例えばお父さんとかおまあ、母さん。そうですね。それは終わった後にはね、連絡はいつも親にはしますけど、まあ、すぐしたかどうかは覚えていません。はい。そうですね。はい。じゃあ多分最後の質はい、問なんです。わかりました。でもすごく大切と思います。はい。長く空手を続けるためにどういうふうに稽古と考えて方がいいですか？やっぱりですね、近い目標、近い、なんですかね、試合とか、なんとかにとらわれて、もうここで勝てないといけないとか、ではなく、やっぱり大きい目標を持ってやるのがいいかなと思うのと、さっき言ったように、やっぱ楽しさがないと、続けていけないと思うので、なんですかね、やっぱここそれぞれあると思うんですけど、楽しさを見つけてやるのが一番いいかなと、長く続きするんじゃないかなと思います。はい。楽しさですね。はい。でもどういうふうにこの例えばもう10年間か20年間か空手をやってる時にだいたい楽しさはだんだん下がってますね。どういうふうにこの楽しさを守ります？それは技術的なこともそうですし、新しい型を覚えるでもそうですし、新しい型がちゃんとできるかどうか。で、組み手の技ができるとか、いつも先生に言われたことがどんだけできるか、もっと上を目指して頑張れるかとかもありますし、あとは、なんていうかね、仲間を作るでもいいと思うんですよね。
僕はね海外とかよく行くことがあったので、やっぱ海外に友達を作るっていうのがまずね、それも楽しかったし、日本のね、日本の国の中でも知り合いがねできるっていうのが楽しかったと思うんで、そういうのを、もうそれが目標ではないんですけど、それで楽しさを作っていったかなというのはありますよね。はい。じゃあ先生、ここで終わりましょう。はい、わかりました。今日本当にありがとうごはい、ざいます。ありがとうございました。